こんにちは。今回は棒針編みで作る模様編みを紹介します。これは透かし模様になります。表側はこちらで、裏側はこのような模様です。伸縮性もある透かし模様です。編み方は編み図で説明します。今回は今の見本の半分の11目で編みます。作り目を11目作り、2段目は裏側から編みますので、裏編みを編みます。表編みが並んでいますが、裏編みを編んで、3段目は表側から編みます。右上2目一度の編み方をし、次は掛け目をします。これを繰り返して最後だけは表編みをします。4段目の次は裏から裏編みを編みます。5段目はまたその時に編み方を説明します。最初に作り目を作ります。今回は8号針を使って極太ゲートで編みます。11目ですから必要な長さは約このぐらいの40センチぐらいもあればいいと思います。ここに輪を作り、この輪の中に編み棒を2本入れて下で糸を絞ります。こちらが糸玉につながる方で、こちらが糸端の方です。間に指を入れて下で握ります。一般的な目の作り方を作ります。親指側の糸を拾い、人差し指側の糸を間から抜いて、下で糸を絞ります。これが一般的な目の作り方です。親指の手前の糸を拾い、人差し指側の糸を間から引き出して、下で絞る目の作り方です。全部で11目の作り目を作ります。7、8、9、10、11目です。11目の作り目ができました。こちら側が表側です。針を1本抜いて編み地を裏返します。こちらが裏側になります。糸端をこちらにして糸玉につながる糸を上に上げます。2段目は編み図では表目が並んでいますが、裏側から編みますので、裏編みを編みます。今回はフランス式ではなくて、おばあちゃんの棒針編みの編み方で編みます。裏編みは右から左へ針を入れ、糸は針の下から右に通して裏編みを作ります。フランス式よりは編みやすいと思います。針を右から左へ針を入れ、糸は下から右へ引き出すおばあちゃんの編み方の裏編みの編み方です。右から左へ針を入れ、糸を下から右に引き出します。これを繰り返して、2段目は裏編みを編みます。これで裏編みができました。編み地を裏返して、次は3段目です。3段目は表側から表編みを編みます。表編みの右上2目一度です。右側の目を上にして2目一度にします。おばあちゃんの棒針編みの場合は、裏編みを右から左へ針を入れました。そして出来上がる目は、この形で正面を向いていますから、表編みもフランス式のようにこちらから入れるのではなく、右から左へ針を入れます。
これが目の正面の形ですから、目の正面から針を入れ、もう一つ向こうの2本の糸を取って、糸をかけて手前に引き出すのが、おばあちゃんの表編みで2目1度の編み方です。これで右側の目が上になる、右上2目1度の編み方ができました。次は掛け目を1回します。針を向こうから入れて糸を針にかけます。これが掛け目です。この掛け目の方法ですと目が同じ形に揃います。次も右上2目1度です。右の目を上にして2目1度に編みます。これが右上2目1度の編み方です。次も掛け目を1回して、次も右上2目1度ですから、右から針を入れて2本の糸を一度に編む右上2目1度です。掛け目を1回して、次も右上2目1度で2目を一度に編みます。これはおばあちゃんの編み方の表編みです。次も掛け目をします。掛け目を1回して、右から針を入れて2目1度に編み、掛け目を1回して、最後は表編み1目だけを編みます。これが3段目の編み方です。そして編み地を裏返し、裏編みを編みます。おばあちゃんの棒針編みの裏編みです。右から左へ針を入れ、糸を下から右へ引き出して裏編みを編みます。これは、この糸は掛け目をした糸ですから、このように少しずれた形になっていますが、この目も右から左へ針を入れて同じように編みます。次はこちらの目を裏編みにして、次は掛け目です。これも裏編みにします。少しここが重なっているので編みにくいですが、最初にこちらの目を編んで裏編みにし、次に掛け目を編みます。一目おきに掛け目がありますから、気をつけてそれを編んでください。編み忘れのないように裏編みを編みます。これで4段目の裏編みができました。次は編み地を裏返します。次は5段目です。5段目は編み図で説明します。3段目は2目1度の編み方を最初にしましたが、そして最後に表編みだけでしたが、5段目は先に表編みを1目編んで掛け目をし、右上2目1度を編み、掛け目をして、この編み方を繰り返します。最初は表編みです。表編みは右から向こう側に針を入れて、糸をかけて手前に引き出すおばあちゃんの表編みです。次は掛け目をしてから2目1度です。この目とこちらの目を右から左へ針を入れて2目を一度に編んで、右上2目1度編みました。次は掛け目をして、またこちらの2目を一度に編みます。次は掛け目をして2目1度です。掛け目をして右上2目1度。掛け目をして右上2目1度で最後は終わります。これが5段目の編み方です。次は6段目です。偶数段はすべて裏編みです。裏編みは右から左へ針を入れ、糸を下から右に引き出して裏編みを編みます。掛け目をした目も編み忘れないように、こ
これは掛け目です。そして時々こうなっていることもあると思いますが、掛け目をした目ではなくて、掛け目をしてない目を先に裏編みをして、次に掛け目を編んでください。こういう風になっている時も、先にこちらの目を編んでから掛け目をした目を裏編み。こちら側の目を編んでから掛け目をした目を編んで、次も裏編みです。これで6段目ができました。編み地を裏返します。次は7段目です。7段目は3段目と同じ編み方です。最初に右上2目一度を編みます。次は掛け目をして右上2目一度、掛け目をして右上2目一度、掛け目をして右上2目一度です。これを繰り返します。そして最後は1目だけ表編みを編みます。次は裏編みです。編み地を裏返して裏編みを編みます。こういう風に重なっていますから、こちら側の目を先に編みます。そして掛け目。次も重なっているときは、こちら側の目を先に編んで掛け目を編み、最後の裏編みです。そして次は、どちらから編むのかわからなくなったときは、今編んだすぐ下の目を見てください。ここが2目重なって右上2目一度を編んでいます。そして次はここは1目に1目です。その次が右上2目一度になって、1段ごとに表側の最初のこの目が違ってきますので、これを注意しますと、前段の時は表編みが2目に一度で編んでいますから、今回は次は2目一度ではなくて表編み1目に掛け目をして、次は2目一度と編み方が変わります。掛け目をして2目一度です。そして表編み1目から編んだ時は、この目が大きな掛け目をしたところの上にありますが、ここから2目一度を編み、掛け目をして2目一度です。次は掛け目をして、最後は2目一度になります。次は編み地を裏返して裏編みです。少し早めに裏編みを編みます。1目ずつ裏編みを編んで、次の段に移ります。次の段の時に編み出すのはこちらの表編み1目からなのか、それとも右上2目一度で2目を一度に編むのか悩む時があると思います。その時はこの端の目を見てください。先ほどはこの目から編み出す時には下は2目一度になって目が重なっています。今回は目が1目しかありません。その前は2目一度でこのように重なった目がありましたが、今回は重なっていなくて1目しか表編みを編んでいませんから、その次は右上2目一度の交互に編みますので、ここでは2目一度から編み始めます。掛け目をして
2目一度編んで掛け目をして2目一度編み、掛け目をしてまた2目一度編んで掛け目をして2目一度編み、掛け目をして最後は表編みだけです。この編み方を繰り返します。このような模様が出来上がります。とても繊細な模様のようですが、編み方は繰り返し模様です。この最初の掛け目をして2目一度の最初の2目一度で編む表編みの段と、次の表編み1目から編む段だけを気をつけて編んでもらえれば、このような模様が出来上がります。棒針編みで編む透かし模様を紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。